中田敦彦は5年で何億円へしたのか。大一幕、直感、中田敦彦さんが日本に帰国する。そんなニュースが話題になりました。するとコメント欄には、ある言葉がたくさん並びました。税金を減らすために、シンガポールへ行ったんだろう。かなり得をしたんじゃないのか。そんな意見です。実際、この手の話になると、必ずと言っていいほど、同じ反応が出てきます。毎朝満員電車に揺られながら、日本で税金を払っている人から見れば、そう感じるのも自然です。数億円単位で税金が変わるかもしれない。そう聞けば、納得できない人が出てくるのも、無理はありません。では実際のところ、どうだったのでしょうか。本当に数億円も違ったのでしょうか。今日は公開情報だけを使って、その可能性を推定してみます。もちろん、本人の口座も見ていませんし、申告書も見ていません。それでもある程度の輪郭は見えます。味噌汁の味は、鍋を全部飲まなくてもわかります。レンゲですくった一口から、全体の味を推測できるからです。今回やるのも同じです。公開されている一滴の情報から、全体の姿を推定していきます。そして計算を進めると、多くの人が抱いている直感は、数字の上では、かなり正しそうに見えてきます。ただし、本当に面白いのはその先です。もし数億円も差が出るなら、なぜ国はそれを完全には防がないのか。実は今日のテーマは、節税そのものではありません。その後ろにある、もっと大きな仕組みです。第二幕、推定。では実際に計算してみます。と言っても、本人の申告書があるわけではありません。今回使うのは、誰でも見られる公開情報だけです。味噌汁の話を思い出してください。一滴から全体を推定します。まず考えたいのは、どれくらい稼いでいたのかです。中田敦彦さんには、複数の収入源があります。YouTube、オンラインサロン、書籍、講演、その他の事業、もちろん正確な数字はわかりません。ですので、レンジで考えます。ここで注意が必要です。売上と所得は同じではありません。例えば売上が1億円あっても、撮影費や人件費や外注費がかかります。税金は売上ではなく、経費を差し引いた後の所得に対してかかります。ですので、まず所得を推定します。公開情報だけを使って推定します。YouTube とオンラインサロンなどのデータを積み上げ、経費を考慮した課税所得レンジを考えると、年間1億円前後からもう少し上の水準だった可能性があります。ここから税率差をかけると、5年間で24億円程度の範囲が、一つの目安として見えてきます。もちろん推定です。ただし極端に外れているとも、考えにくい数字です。ではここから、税率の差を考えます。日本は所得が大きくなるほど、税率も上がります。一方でシンガポールは、日本より低い水準です。細かな条件はありますが、ざっくり比較すると、差が生まれる構造になっています。ではその差は、どれくらいなのか。年間数千万円規模、それが5年間続く。すると、合計で2億円から3億円程度の差が生じる可能性があります。もちろん、これは公開情報から組み立てた推定です。実際の数字とは違うかもしれません。しかし、コメント欄で語られていた、かなり得をしたのではないか、という直感については、数字の上では、そう見える部分があります。ここまでは、多くの人が予想した通りの話です。ですが、ここで一つ奇妙なことがあります。もし本当にこれだけの差が生まれるなら、国はなぜ放置しているのでしょうか。財務省も国税庁も、この仕組みを知らないはずがありません。それなのになぜ完全には塞がないのでしょうか。実はここから、話の主役が入れ替わります。第3幕、疑問。ここまでの話を整理します。公開情報から推定すると、5年間で2億円から3億円程度の差が生まれた可能性があります。もちろん推定です。ですが、決して小さな数字ではありません。だからこそ、多くの人が違和感を持ちます。数百万円の話ではありません。数億円です。それだけの差があるなら、国は何か対策をするはずです。実際、制度は知った上で設計されています。偶然ではありません。税率差があることを知らないはずがありません。ここで一つ考えてみてください。もし皆さんが財務大臣だったら、どうするでしょうか。年間数千万円。場合によっては、数億円規模の税収が動く。そんな制度を見つけたら、すぐに塞ぎたくなりませんか。普通はそう考えます。ところが現実には、そうなっていません。もちろん、いくつかの対策制度はあります。ですが、人が海外へ移ることそのものは、今も認められています。つまり、この仕組みは、見落とされているわけではありません。偶然でもありません。むしろ逆です。知った上で、成立している仕組みです。ではなぜでしょうか。なぜ国は、完全に塞がないのでしょうか。なぜ移動を認めているのでしょうか。実はここで、このニュースの見え方が変わります。多くの人は、中田敦彦さんと国税庁の話だと思っています。一人の有名人と税金の話だと思っています。でも、もしそうではないとしたら、もし本当の主役が別にいるとしたら、次の章では、その主役を見ていきます。第4幕、主役。ここまでの話を聞くと、多くの人はこう考えます。中田敦彦さんがいて、国税庁がいる。そして、税金をめぐる駆け引きがある。そんな構図です。ですが、本当にそうでしょうか。少しだけ視点を変えてみます。もし中田敦彦さんが日本からアメリカへ移住していたら、あるいはドバイだったら、
香港だったら同じような議論が起きていたはずです。ということは、実は主役は中田敦彦さんではないのかもしれません。では誰が主役なのか。それは国です。日本です。シンガポールです。今回起きているのは一人の有名人の話ではありません。二つの国家の話です。考えてみてください。シンガポールはなぜ税率を低くしているのでしょうか。慈善活動でしょうか。違います。そこには目的があります。人を集めるためです。企業を集めるためです。資本を集めるためです。つまり顧客を集めるためです。一方の日本も同じです。税率では勝負していません。ですが別の商品を持っています。巨大な市場、高い治安、医療、教育、文化、交通インフラ、日本語だけで暮らせる環境、国によって提示する条件は違います。しかし目的は同じです。人に選ばれることです。企業に選ばれることです。投資家に選ばれることです。つまり国家同士が条件を提示して顧客を奪い合っている。そう考えるとこのニュースの見え方が変わります。これは中田敦彦さん対国税庁ではありません。日本対シンガポールです。そしてここで第3幕の疑問にも少し答えが見えてきます。もし国同士が競争しているなら移動そのものを禁止するのは簡単ではありません。なぜなら相手国との競争、自分から降りることになるからです。次の章ではその話をもう少し進めます。なぜ国は完全には塞がないのか。その理由です。第5幕、競争。ではなぜ国は完全には塞がないのでしょうか。答えは意外と単純です。塞ぐと負けるからです。例えば極端な話をします。もし日本が明日から海外移住による税率差を完全に禁止したとします。海外へ移住しても意味がない。どこへ行っても日本で課税する。そんな制度です。一見すると良い方法に見えます。税収も守れそうです。ですが問題があります。出ていく人だけではなく入ってくる人も減ることです。企業もそうです。投資家もそうです。起業家もそうです。高度人材もそうです。世界中の人が移動できる時代です。だから各国は条件を提示して競争しています。税率、市場、教育、治安、生活環境、それぞれ違う商品を持ち寄って選ばれる側になっています。そんな中で移動そのものを封じてしまえば競争から降りることになります。もちろん国だって税収は欲しいです。できれば出て行って欲しくない。ですが完全に閉じると別のものを失います。人材です。企業です。投資です。だから国は移動そのものは認めます。ただし何でも自由にしているわけではありません。ここが重要です。移動は認める。しかしルール違反は認めない。そのための仕組みが必要になります。そしてここで初めて税務の話が登場します。次の章で見るのは税率の話ではありません。審判の話です。第6幕、実践。では審判は何を見るのか。いくら節税したかではありません。本当にそこで暮らしていたか。本当にそこで働いていたか。それだけです。ここまで見ると結論は簡単に見えます。税率だけを比べるならシンガポールの方が有利です。実際に数億円規模の差が生まれた可能性もあります。では話はこれで終わりなのでしょうか。実はここからが本番です。なぜなら人は税率だけで生きていないからです。ここで視点を変えてみます。もし税率だけが全てなら多くの経営者や富裕層は一度移住したら戻ってこないはずです。ですが現実には戻る人もいます。なぜでしょうか。国家は税率だけの商品ではないからです。例えば住居費です。シンガポールは世界でも有数の住宅価格を持つ都市国家です。家族で暮らす場合その負担は決して小さくありません。教育もあります。子供の進学や生活環境をどう考えるか、家族がどこで暮らしたいと思うか、そうした要素も無視できません。さらに市場があります。仕事相手はどこにいるのか、視聴者はどこにいるのか、取引先はどこにいるのか、言葉はどうか、文化はどうか、移動時間はどうか、こうした要素は税率の比較表には出てきません。ですが、実際の意思決定では強い影響を持ちます。つまり国家間競争とは、税率だけの競争ではないのです。税率は重要です。ですが、それは数ある条件の一つに過ぎません。家族、市場、文化、言語、生活環境、仕事のしやすさ、人はそうした条件をまとめて比較しています。そして、その結果として移動します。ある国へ行く人もいます。別の国へ戻る人もいます。今回観察されたのは、まさにその現象です。税率だけを見ると見えないものがあります。だからこそ、このニュースは面白いのです。私たちが見ているのは、一人の有名人の引っ越しではありません。複数の国家が、それぞれ異なる条件を提示しながら、人材や資本を引きつけようとしている現場なのです。第7幕、還流。ここまで見てきたように、税率だけを見るなら、シンガポールへ移ることで、大きな差が生まれる可能性があります。公開情報からの推定では、その差は数億円規模です。ですので、数字だけを見れば、多くの人が大体わかるにも、一定の根拠があります。ただし、このニュースをそこで終わらせてしまうと、一番面白い部分を見落とすことになります。なぜなら、国家間競争は移住した瞬間に終わる話ではないからです。むしろ本番はその後です。人はお金だけではいきません。仕事があります。家族があります。友人があります。子育てがあります。事業があります。そして人生の時間があります。
国家はそうしたもの全体を含めて選ばれ続けなければなりません。今回観察できる事実は、中田敦彦さんが日本へ戻るということです。理由は本人にしかわかりません。ですので、ここで動機を断定することはできません。ただ、構造として見えることはあります。今後、消費する場所、投資する場所、事業を作る場所、人を雇う場所、そうした活動の舞台が日本になる可能性は高まります。ここで重要なのは、勝者を決めることではありません。日本が勝った、シンガポールが負けた、そういう話ではありません。国家間競争は、一回の勝負ではないからです。ある時期は、税率が強く働くかもしれません。ある時期は、市場の大きさが強く働くかもしれません。ある時期は、家族や教育が強く働くかもしれません。その結果として、人は移動し、また戻ります。国家は、その流れの中で、選ばれたり、選ばれなかったりします。今回のニュースは、一人の有名人の帰国ではありますが、少し引いてみると、人材と資本が、どこへ集まり、どこから離れていくのか、その大きな流れの一場面として、観察することもできます。そして、ここまで来ると、最初に見えていた景色は、少し変わります。税金逃れなのか、そうではないのか、という議論よりも、なぜ国家は、人を引き寄せようとするのか、なぜ人は国を選ぶのか、その問いの方がずっと大きく見えてくるのです。第8幕、選択。この動画は中田敦彦さんが得をしたのか、損をしたのかを決めるための動画ではありません。節税が良いのか、悪いのかを裁くための動画でもありません。最初に見ていた景色はもっと単純でした。税率が違う。だから移住した。それだけの話に見えました。そして、公開情報から推定すると、実際に大きな差が生まれた可能性もあります。ここまでは、おそらく多くの人が直感的に理解できる話です。ですが、観察を続けると別の景色が見えてきます。国家は税金を集める組織であると同時に人を集める組織でもあります。働く人、投資する人、会社を作る人、新しい価値を生み出す人、そうした人々、世界中で取り合っています。だから税率があります。だから教育があります。だから医療があります。だから治安があります。だからインフラがあります。それぞれの国が異なる条件を提示しています。今回観察されたのは、その競争の一場面です。ある国が人を引き寄せ、ある国が人を送り出し、そしてまた人が戻ってくる、その流れです。私たちは普段、税率という数字を見ます。ですが、移住を決断する人は、税率だけを見ているわけではありません。仕事、市場、家族、教育、言語、文化、将来の可能性、様々な要素を同時に見ています。だから国家間競争は単純ではありません。税率を下げれば必ず勝てるわけでもありません。税率が高ければ必ず負けるわけでもありません。人は人生全体を使って国を選ぶからです。そしてここで一つだけ考えてみたいことがあります。もしあなたが今日の時点で世界中どこの国でも自由に住める切符を持っていたとします。しかも移住するだけで数億円の差が生まれるとします。その時、あなたは何を基準に国を選ぶでしょうか？税率でしょうか？市場でしょうか？家族でしょうか？それとも全く別の何かでしょうか？国家は毎日その問いに答え続けなければなりません。今回観察したのは一人の節税ではありません。国家が人材と資本を奪い合う市場の一つの取引でした。